蟹座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2023年の後半を引っ張っていく力、下半期のテーマについて占星術とタロットでお話しさせていただきます。まず星の話なんですが、私この2023年の中で大事な月は3月と5月と7月っていう風に、どこかの動画で言ったような気がするんですけど、この7月からというのは外側の世界が何か変わるっていうわけではなく、それはどちらかというと3月とか5月とかこの前半で起きた出来事を通して自分の中で収めていくっていう後半になるんですが、その後半は状況が変化というよりも自分の意識が進化していく、マインドが変わっていくというかね、本当の自分により近づいていくためにいろんな気づきが起こってくるよっていう、自分の内側で起こってくるよっていう流れが始まります。これは実は2025年の1月まであるので、約1年半ぐらいかけて新しい芽生えっていうのか、目覚めみたいなものが促されていると思っておいてください。で、特にそれが蟹座の皆さんにとっては、これから生きていく社会っていうもの、世界っていうものが強調されてるんですね。そのことを通して自分の意識が何か目覚めていく、もう自立していくとか、そういったものがあるので、社会が際立ってくるっていうことは同時におそらく家族のこととか今までいた場所っていうものの何か一つの区切りがついたり、そこでの学びを終えて自分の理想とする社会に出ていくとか、自分の、過ごしたい環境を作っていく、それには自立っていうのかな、何か始めていくみたいな、そういったチャレンジがあるんじゃないかと思います。で、それともう一つ星の話でいくと、7月23日から9月4日っていうのは愛情とかお金とか価値を表す金星というものが逆行しますので、特にこれは蟹座さんにとってはお金のところで起きているので、お金を動かすお仕事をされている方とかはちょっと注意深く動かすようにしてください。で、そしてまたこれまで自分がこれが大事だなと思っていたものが変わっていく、価値がどんどん進化していくということもありますし、何か大事な人との関係性やパートナーシップにおいても自分の感覚が変わると相手に対しての感覚も変わったりするので、その誤解が起きないようにちゃんと自分がどのように変わってきてるかということを伝えるようにしてシェアをして過ごしてみてくださいね。はい、それともう一つ、8月24日から9月16日っていうのもまたビジネスとかコミュニケーションを司る彗星が逆行しますので、ちょっとスケジュール変更が起きやすかったり、交通、予定が変更になりやすいので、常に余裕と確認を持って過ごすようにしてください。それともう一つ後半で大きいなと思うのは10月15日に日食があるんですね。で、この日食は一般的には人間関係において大きな気づきとか進歩があるんですが、これも蟹座の皆さんにとっては結構家族のことに関しての大きな気づきと進歩があると思うので、その自分今のもし何か家族間とか家とか住んでるとことかこれまでの場所に関して何かテーマがあったら、そのことを通して自分が今それを卒業しようとしているっていう風に捉えていただくとスムーズにいくんじゃないかと思います。はい、星ではそんな感じですね。なので1ヶ月ずつどうこうっていうよりも、下半期のテーマとしてちょっとタロットでも見させてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ちょっと忘れそうなんで先に言わせてください。さっきの自分の社会を築いていくって言った時に、自分の社会が展開していくっていうような現実が開かれていくというよりは、新しい環境とか何か新しい目標とか次に行くためのまず心の準備があるっていうふうに思っておいてくださいね。なんかそんな感じみたいです。先に意識的にちょっと進化する、気づくことがあってから行くっていう形みたいなので、はい、ちょっと続きいきます。はい、これはページの逆ですね。そしてこれはソードのナイト、死神、ジャスティス、そしてソードキングです。ペンタクス4の逆、そしてマジシャン。気をつけることや対策は、ペンタクル3の逆と
カップエース逆とオラクルははい、ペンタクルス5の逆です。ほうほう、そうですか。この2023年後半のテーマはカードで見る限り納得していようといまいと関係なく今のこの状況に適応していく、もうとにかく適応していくと必ずいいところに着地するっていう形で出ています。はい、ちょっと今はまだなんだかちょっと慎重になっている感じがして、例えば前半すごく大変だったから後半はもう落ち着いていこうみたいなそんな感じだったとしてもですね、ただ患者の皆さんの中にはなんかすごく燃える情熱みたいなのがあるのかなっていう感じもあり、すごく本当はもっと急ぎたいとか本当はもっと何かチャレンジしたいみたいな若干ちょっと怒りに似たようなフレーバーの気質というかエネルギーがあるのかなって感じがしました。ここでやっぱりもうアクションっていうカードも出てますし、本当はもっと行きたい。だけどそれまでにやはり何か一つ終えることがあったっていう形で出てるんですね。なのでおそらく本当にこの2023年の前半で何か一つ自分の中で区切りをつけたとか、卒業したとか、そういうものがあったのかなっていう感じがします。で、今はその状況に非常にうまくバランスをとってて対応しているという形もあり、あと精神的にもそんなにすごく動揺するとか落ち込むとかっていうよりは、うまくね自分の感情をなんかこうバランスとってやってるのかなっていう感じがします。はい、ちょっと見てみようかな。いい感じですよ。ペンタクスのクイーンということで、非常にこうきちんと冷静に現実を見て今できることを対処するっていうふうに形でやっていると、それうまくできているっていうふうに言われています。でその後ソードのキングってちょっと厳しくなってるんですね。これ以上なんか無駄なことしたくないとか、これ以上損をしたくないっていう意識とかでちょっと疑い深くなっていたりとか、何か厳しい感覚でちょっと見てるのかなっていう感じはしますね。どっちにしようかなとかですね。なるほどなるほど。ちょっと待ってください。ちょっと先に見ます。わかりました。なんだかとってもすごく頭の中では、どうすべきか分かっているとか、きっとこうした方がいいんだろうとか、ものすごくこうシミュレーションはバッチリできているっていう感じがあり、でもどっちの方向でどっちの道で行こうかなみたいなそんな感じもあるんですけど、実際問題行動を移せるのかっていう、その自分がじゃあそれができるのかっていうね、何かその行動を少し制限されてるような感じがあるんですね。でそんなに身動き取れないからこそ情報とか頭で考えてどっちがいいのかなとか、どうすればいいのかなっていう対処法は山ほどあるっていう感じがあるんですよね。なのでそうやって考えてれば考えてるほど、やはりこうミスのないようにとか間違わないようにっていう形でちょっとピリッとした意識なんだなって思いました。でもうまく現状合わせてやってるので、それぐらいのシビアな感じがいいのかもしれないですけどね。でその後ですね、やっぱりここでソードのすいませんペンタクルス4の逆が出ているので、こう何か自分が昔願ったこととか希望していたことを手放したみたいな、もういいこれだけは大事にしたいと思っていたんだけど、いやもういいやって言ってこうちょっと手放すようなことがあるのかなって思うんですね。でもそれは決してなんか喪失とか痛みとかではなく、それはこの状況を考えたら昔思っていたことはこうだったけど違う方が今の自分にはきっとフィットするんだなっていう形で納得した上での何かの手放しがある。でそうすることでなんかもうそう決めたからっていう形でちょっと後戻りしないように自分で後ろの道を消しとくみたいなそんな感じもありますね。はい、でもそうすることによってもう清々しく体もだし何か状況もだし気持ちも新しい形でスタートしていくことができるんだなと思います。でここでもですねちょっとこうペンタクスの3の逆が出てたりとかカップ S の逆が出ているので、何かご自身が想定していたものと少し違う形にいくのかもしれませんね。
でもそれが本当に痛みとかそういう失敗とかそういうことではなくって、想像してたものとちょっと違うけど、でもこれでもやっていけるしいいかなっていう形で進んでいけると。なので今というかこの渦中の中ではまだそれが本当にやったーみたいなすごい喜びじゃないとしても、でもトータル的なメッセージがやっぱり適応していってくださいねっていうことなので、結果的にはその方が良くなるんだと思うんですね。で、少しかなりちょっと先の話になってしまうんですけど、さっき2025年の1月までそういったね、自分の意識改革がありますよっていうふうに言ったんですけれど、逆にじゃあ2025年からはっていうとまたね、すごくこう世界が変わりそうな流れがありまして、その時に今やってるその仕事とか、形っていうものがもう形にこだわらないっていうふうになってくるので、ちょっと前に考えていたご自身の理想とか夢とかっていうのも、もう形はもう今のうちに手放しておきましょうみたいな感じかもしれません、今年のうちに。で、それがもう手放すっていう風に出てるんですね。で、手放してるけど痛みがあるわけじゃなく、状況に非常にうまくジャスティスのカードも2枚出てますし、非常にうまくバランスをとって自分というものをちゃんと自覚しながら、状況にも合わせながら自分を犠牲にすることなく進めていけてるっていう感じがしました。はい。なので、一番今年の後半のテーマでお伝えしたいことは、タロットでは適応するっていうことでしたね。はい。またね、7月は7月だけのタロットリーディングをさせていただきますので、ちょっとアップまで少々お待ちください。はい。ということで、2023年の後半、何かしらちょっとヒントになりましたでしょうか。ぜひ、今年はね、このカペラノートにも書いたんですけど、ちょっと待ってくださいね。2023年の蟹座さんは一つ完成して新たな目標が出てくる年っていうふうに書いたんですけれど、やはりその新たな目標が出てきそうな感じはすごくあります。ただその前に何か一つ完成させたりちょっと手放したりとか、ちょっと予定変更みたいな感じがありそうですが、うまく適応していけそうなので頑張ってくださいね。そしてもう一つ、その意識の上ではそんな感じなんですが、現実的には新しいグループとか仲間とか新しい夢っていうものにはものすごく化学変化のように想定外の楽しいことや何か新しい希望みたいなのがこう待ってるみたいな感じもするので、その中で楽しくやっていってください。ということで今回はここまでにしておきます。はい、また次7月のアップしたらよかったらご覧ください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。